Hey guys, this is Nick, and I'm going to show you what an average day is like for a professional Japanese bodybuilder.お、味噌汁できた。できたよ。嫁の舞子です。今実は妊娠8ヶ月で6月に男の子が生まれます。This is Masha. He is 29 years old and lives with his wife Maiko in Tokyo, Japan. And 毎朝こういう運動しますか？これはそうですね、毎朝有酸素運動で、今日ちょっと天気予報で雨が降っている予報だったので、今日は家の中でバイク漕いでるんですけど、いつもなら朝ウォークってウォーキングで朝ウォーキング、20分から30分ぐらいやってますね。今日は雨降ってるんでバイクを20分弱ちょっとやる予定ですね。朝ごはんはいつもこんな感じですか？そうですね、いつも卵と昨日の鶏肉のお弁当のちょっと残りをタンパク質として。毎日カロリーどのくらいですか？カロリーは3500前後ぐらいですかね。ちょっと増やしたり減らしたりするんですけど、3500は取ってますね、必ず。これでとりあえずは準備 OK ですね。今からちょっとお弁当のご飯を詰めます。これは順番があって、これは昼ご飯で、トレーニング前で、夕方、ちょっと今減量中なんで炭水化物の量をちょっと変えて同じ量を食べないように今やってます。じゃあ行ってくるわ。じゃあ行ってらっしゃい。はい、じゃあまた夜に。
ます。よろしくお願いします。一応消毒、アルコール消毒、お客さん捨てる前にやってもらってます。はい。1、2、3、4、そう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 、2、3、はい、1、それして返してください。2、はい、そうです。そうそう、ナイス。3、もうちょっと近い。4、めっちゃいいっすね。全然すぐなくして、2、書いてあるの書いてある。お弁当一発目、食事でいうと2回目の食事を食べます。これどのぐらいのペース食べてるんですか？は2セッションに1回のペースで、約2時間から2時間半に1回は食事を挟んで食べる感じです。栄養を入れる感じでやってます。じゃあ1日中で何回ぐらい食べてるんですか？弁当は5個で5から6個で、朝ごはんと夜なんで1日7食、多くて8食、7食ぐらいは食べてます。で、食事はブロッコリーと鶏肉、これ 200g 測ってるんですよ。これが今日は5個あります。セッションの合間に米と一緒に食べます。じゃあアプリで食事管理してるんで、じゃあアプリ見せてください。はい。はい。そうですね。この前ですも。はいはいはい。背中、腰回りと脇の下。1、2、はい、OKです。おー、ナイス。3、4、2、お、いいっすね。3。はい、では今からちょっと弁当の2食目、本日は3食目ですね。さっきと一緒なんですけど、胸肉 200g と玄米 200g ぐらいです。であとブロッコリー食べます。でトレーニング前にちょっとサプリをちょっと一気に入れたやつを飲んで。はい、じゃあさっきセッション終わってご飯食べたんで、ちょっと15分ぐらい休んで、今から、1時間弱トレーニングします。で今日は、土曜日なんで上腕三頭筋と腹筋のトレーニングをで、今からまずストレッチして体をほぐしてからやります。毎日何時間ぐらいトレーニングしてますか？トレーニングは部位によるんですけど、小さい部位は1時間半とか、大きい部位だと2時間から3時間ぐらいですかね。でもう休みはもうほぼなしで、もう休まないんで365日ほとんど毎日やってますね、トレーニング。この靴は特別な靴ですか？これはトレーニング一応用な。はい体がちょっと分厚くなって滑り止めも効いて踏ん張りやすいシューズですね。最終アップで50キロなんですけど、次今日の本番は60キロか 62.5 でいきます。そうです。これ私肘関節が弱くて締め付けてこう感覚をなくすように、これがあれば肘東なんで安全にできるんで、
とあとこれ手首後で巻くんです。手首も関節怪我のないように両方ギアをつけてやります。これは何ですか？それは滑り止めで液体チョークなんですけど、それ滑らないようにして。じゃあ今日のメインセット65キロちょっとやってみます。初めての重さなんで何回いけるかわからないんです。はい、矢野トレーナーです。はじめまして矢野です。今ちょっと新人のオープンに向けてちょっといろいろとトレーナー研修をしてて、今日もこの後セッション合流してやるので、ちょっとこれから補助サポート入ってもらって、ちょっとわかりました。サポートをスポットお願いします。はい、今も大体3頭筋のトレーニング終わったんで、そこそこパンプしました。3頭苦手なんですけど、今からちょっと腹筋を4セットぐらいして終わりにします。じゃあ1セットいきます。これは今10回やったんで、あと2セット合計で3セット3セットですね。で終わりです。はい、じゃあ2セット目休憩短めでいきます。はい、じゃあラスト3セット目いきます。休憩短めなんですけど、ちょっと頑張ります。一応これで今日のトレーニングは終了で、今からプロテイン飲んでシャワー浴びてまたセッション入ります。こんな感じで、そこそこいい感じに効きました。お疲れ様でした。じゃあいちごのプロテインをください。ありがとうございます。じゃあお待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。そのプロテインは今日は何回目ですか？プロテイン自体は2回目なんですけど、朝起きてすぐとトレーニング後とちょっとさっきのプロテインじゃちょっと少ないんで、自分で持ってきた炭水化物とタンパク質が混ざったアミノ酸が混ざったのをちょっと
またオイプロテインという形でちょっと足しで飲みます。そのノートは何ですか？これはですね、クライアントのカルテでして記録を全部メモしています。でセッションごとに必ず重量と回数が伸びていくように記録を取っているので、今日のセッションも必ずたくさんじゃあ前回の自己ベストを超えるようにやりましょう。じゃあ頑張りますか。頑張ります。じゃあ今日もお願いします。お願いします。2、ここにずっと全神経をラスト、そうそうそう、2、そう1、そう2、もうまっすぐ、そう、いきます。1、2、伸ばして3、はい。じゃあ弁当は3食目ですね。ちょっと遅れちゃったんですけど、セッション終わったんですぐ食べて、またこの後すぐセッションでダッシュで食べます。じゃあ本日は5人目、ギャルさんよろしくお願いします。で今日は足のトレーニングでじゃあ60分頑張りましょう。はい、じゃあお願いします。じゃあ4回いきましょう。せーの、はい、ですよ。1、ゆっくりゆっくりやりますよ。そう、1、ラスト、5、6、1、ラストをつける。はい、OK。2、胸張ってグッと。そう、3、やる。4、せーの。この時に引っ張るのは前ですよね。1、つける。2、つくんですよね。そうそうそう、3、4、最後はちょっと研修で矢野トレーナーにちょっと腹筋を追い込んでもらうんで、ちょっとそれのうち僕は指導したいので、矢野トレーナー頑張ってください。1、2、3、2、3、はい、じゃあ本日のこの六本木オレンジビルのセッションは以上となります。矢野トレーナーお疲れ様でした。はい、で、この後は東銀座の方に移動して、東銀座の担当のお客さんが1人いるので、そのお客さんを20時から、セッションなんですけど、ちょっと急いでご飯食べて、またじゃあ銀座の方に移動していきます。本日ありがとうございました。お気をつけて、じゃあまたお願いします。お疲れ様でした。これは何回目ですか？これはお弁当でいうと4回目ですね。朝ごはん含めると5回目なんで、これ今ミール5ですね。同じだけブロッコリーと食べます。マツさん、今ちょっと気づいたんですけど、はい、ずっと同じものを食べてますよね。チキンとブロッコリーで。そうですね、玄米と、そうですね、はい。それは毎週変わりますか？いや、もう毎日ずっと365日ほとんど一緒ですね。もう同じ弁当を同じ量同じだけ食べるっていう、これやっぱボディつまり一はい、年中、ずっと同じものを食べてますか？毎日。つまりほとんど同じですね。飽きないんですか？そう、飽きるとか飽きないとか感情がないです。はい。で、この5食目なんですけど、もう19時過ぎてるんで、炭水化物はもうこれが最後ですね。今日この後2回食事とるんですけど、それは炭水化物は食べずに、これが今日1日の最後の炭水化物の玄米ですね。はい、OK です。おお、いいですね。そうですよ。はい、2、
グッと上げていきますよ。はい、3していきますよ。1、2。これはキッチンテーブルって感じですか？そうですね、もうテーブルがないんで、ちょっとタオル敷いて、ベンチ台の上で食べます。これは弁当5回目ですね。で、ミール6ですね。これはもう最後なんで、お弁当は炭水化物はなしでいきます。はい、本日のセッションはすべて終了。朝から6本終わりました。今から、帰って家の近くのスーパーでちょっと買い出しをしてで自宅に帰宅する予定です。帰ります。はい、じゃあ今から鶏肉10キロ買います。これ何日分ぐらいですか？これは2日分ですね。はい、じゃあ10キロ今から詰めます。これ漏れちゃうんで、ちょっとこれ包んでから全部持って帰ります。全部リュックサックにありますか？これはいつもギリギリはい10キロなんで、これもトレーニング有酸素運動。もうパンパンですよね。はい、ちょうどただいま。はい、じゃあ帰ってきたので、まずはちょっと鶏肉の10キロを冷蔵庫に詰める作業ですね。はい、OK です。今からこの2キロの鶏肉を、これですね、ちょっと今からちょっとさばいて料理して仕分けしていきます。お弁当作りですね。じゃあ今からお弁当のブロッコリーを茹でるために今お湯を沸かしてるんで、その間に、200g をちょっと小分けして、分けていきます。この作業もまた結構大変なんですけど、さあ測って、5つの弁当に分ける感じですか？そうですね、これで小分けしてグラムを測っていくんですよね。こうもうちょっとおぴたり、これ OK ですね。トレーニングを始めたのが15歳の時に、高校1年生の時に、それまでサッカーしてたんですけど、サッカーの延長上でトレーニングやり始めて、今年29歳、30歳の年になるんで、もうちょっとで15年ですね。でもう筋トレに関してはもうほぼ休まず15年間毎日やって、で大会も18歳から出てるんで、もうちょっとで10年ぐらい、10年過ぎてるぐらいなんですけど、やっぱこう今こうフィットネスが流行って、でもやっぱ流行ってるからこそこう楽に成長したいっていう、有名になりたいっていうので、こうドーピング結構問題になってるんですよね。で私はもう最初から最後までずっとアンチドーピングでドラッグは使わないっていう思いでやってるんです。晩ご飯はやっぱりバラエティでいろいろ食べてますか？いや、もう晩ご飯も夜はもうサーモン、アボカド、ブロッコリー。それ一年中ですか？一年中ですね。たまにディナーで外食する時もありますけど、基本はもう同じもの食べてれば体は良くなるんで、変なもの食べるから変なものになる、変な体になるっていう。はい、じゃあ今日の7食目ですね。ラストミールで鮭と、これ約200g、150から 200g 焼く鮭と、味噌汁卵1個1つと、ちょっとチキン入れてるんですけど、とあとブロッコリーとアボカドで今日の食事は終わりです。いただきます。
すいません、ちょっとお願いあるんですが、はちょっとポージングやってくれませんか？い。最後に。はい。あ、いいですよ。じゃあ、最後にじゃあ今日脱いで、じゃあちょっとポージングちょっとじゃあ披露させてもらいます。はい。ああ、どうでしょう。はい。すっごいムキムキですけど、そのランキングとかはい何か入っているんですか？ああ、2019年、2年前に東京クラス別で、2位になりました。すごいですね。今年も大会一応出るんで、今年のいつですか？今年8月ですね。8月に東京大会あるんですけど、またちょっとレベルの高い大会出るんで、ちょっとまあステップアップして、まあ結果残せるように頑張ります。